双子を妊娠したことを知ったとき、義母のマーガレット・カーターは狂気乱舞し、夫のジェームズ・カーターは私を宝物のように扱ってくれた。胎児が4ヶ月になったとき、いとこのマイケルリーが白血病と診断され、骨髄移植が必要になった。幸いなことに、私が保存していた骨髄サンプルが完全一致した。父のリチャード・リーは、弟のハロルド・リーに執着している。彼は私に圧力をかけ、子供を中絶させて骨髄を提供するよう要求した。提供後、ジェームズは私と離婚した。実家の人々は私を負担とみなし、追い出した。病弱な体で路上をさまよい、ついに大津ごもりかに死亡した。根性、たとえ大きなお腹を抱えても、この血を吸う実家の吸血鬼たちを打ち砕く。ベラ、マイケルはかの唯一の男系相続人だ。必ず彼を救ってとリチャードが言った。私は困惑して彼を見た。内心の喜びを抑えられなかった。生まれ変わったの？両親が仕掛けた罠の中に生まれ変わったの？周りを見ると、食卓に祖父のジョージ・リー、両親、叔母のデボラ、姉のサラリーがいた。前世は彼らの道徳的な教養にこう得ず、骨髄提供のために2人の可愛い子供を中絶することを承諾した。その決断のために私は多大な代償を払った。根性はそんな馬鹿なことをしてはいけない。マイケルを救いたいけど、妊娠中で手間がかかるわと私は言った。リチャードは言った。マイケルの状態は危篤だ。医者に相談したが、子供を中絶すれば骨髄採取ができる。お前は若いからすぐに再び妊娠できる。信じるわけない。絶対にダメ。突然、デボラおばが近づいて私の手を取り、私の前にひざまずいた。ベラ、同情して。これから一生、お前のために何でもする。何でもする？前世は多大な犠牲を払ってマイケルを救った後、すぐに背中を向けたじゃないか。病院に一緒に入院していたとき、彼女はマイケルにだけ食べ物を持ってきて、テイクアウトは不健康だと言った。中絶手術の後、吉家の人々は看護に来る気さえしなかった。私の中絶は彼女の息子のためじゃなかったの？私は彼女を押しのけた。60歳で双子を産む人もいるわ。おばは旦那さんと戻って試してみ？健康な男の子2人産めるかしら？リチャードは卓を叩き、再び私を罵倒した。彼自身は息子を持てず、いつもマイケルを自分の子供のように扱っていた。彼は死ぬとき、マイケルに最後の儀式を行ってもらいたがっている。彼は弟だけでなく、甥いにまで執着している。サラは薄笑いしながら加わった。ベラ、マイケルはかの家系を継ぐ最後の希望だ。もし彼に何が起こったら、全部お前の責任だ。私の責任？冗談じゃない。私は冷たい目で彼女を見た。彼女はいつも私の幸せな結婚を嫉妬していて、今は道徳的に強要しようとしている。前世、冷たい病院のベッドに横たわっていたとき、彼女は離婚に終わった私の結婚を皮肉って嘲笑った。そう？私は冷笑し、ボトルを掴んで彼女の頭にぶつけた。鮮やかな赤い血がわざと化粧した彼女の顔を伝って流れた。恐ろしい光景だった。母のマーリン・シューは叫びながらサラの手助けに駆け寄り、ジョージは震えながら立ち上がって私を指さした。今日はお前が承諾すると承諾しないと、必ず宝物の孫を救わなければならない。死ぬまでお前と戦う。戦う？ふざけるな。この老人が一番悪い。いつも両親を扇動して私に敵対させる。私は卓をひっくり返した。晩ご飯？母、クソ食え。混乱が発生した。リチャードは私の髪を掴んだ。病院に連れて行って中絶させ、
骨髄を採取する。マーリンはサラを離して手助けに行き、デボラ叔母は私の足を持ち上げようとした。妊婦の私は彼らにかなわなかった。ドアの外に運ばれようとしていた。その瞬間、外から一軍の人々が駆け込んできた。義家の人々だった。義父、義母がジェームズと義妹のエミリー・カーターと一緒に入ってきて、非常に攻撃的な表情をしていた。生まれ変わった直後、私はジェームズにメッセージを送った。実家の人々が中絶を強要していると告げたのだ。それが連鎖反応を引き起こした。マーガレットは入る前から叫び始めた。俺の孫に手を出す者は死ぬ覚悟をしろ。前世、私は義家の人々に捨てられた。実際、それは自業自得だった。最初は理解できなかったが、路上で死んでようやく悟った。ジェームズもマーガレットも私に対してよかった。エミリーさえも私を尊敬していた。感謝の念がなくて彼らをがっかりさせたのは私自身だ。今度は同じ過ちを犯さない。家族、子供たち、美しい人生を大切にする。ジェームズは私を抱き寄せた。俺の妻や子供に指一本触れる者は俺が相手にする。私は彼に寄りかかり、慣れ親しんだ彼の香りを嗅ぐと涙が浮かんだ。リチャードは焦った。今日は必ず病院に行かせる。これ以上遅れれば、甥の命が危険になる。マーガレットは喧嘩に負けたことがない。手を叩いて前に進んだ。お前の甥？誰が気にするんだ？俺の孫が大事だ。デボラ叔母はその機会を捉えて私のお腹を蹴った。中絶させて息子を救うまで蹴り続ける。ジェームズは即座に反応し、彼女の顔を強烈に平手打ちした。彼女は回転して地面に倒れた。エミリーは小柄だが格闘技が得意だった。彼女はデボラを押さえつけ、髪を掴んで繰り返し平手打ちした。口から血が滴り落ちた。リチャードもただ座っていなかった。義父と喧嘩になり、家のものを全部ぶっ壊した。全部燃えてしまえばいいのに。混乱が激化すると、数人の警察官が入ってきた。電話をかけたのは私だ。こんな混乱があっては、何らかの結果が必要だ。そうしないと、後で整理が大変になる。警察は状況を理解した後、両親を厳しく批判した。これを聞いて、デボラ叔母は大声で泣き叫んだ。かわいそうな息子。私は無能だ。それから私を指さした。この無情な魔女。この二つの野郎を失って病院で死ぬようのろう。私ははっきりと平手打ちした。刑事さん、こんな人間はこの報いが当然でしょ？彼女の息子の命は命だけど、私のお腹の2つの赤ちゃんは何なの？警察は激怒し、デボラ叔母に対して、もし騒ぎを続ければ拘留すると厳しく警告した。私はお腹を抱えた。ハニー、お腹が痛い。流れちゃうかもわ。家族は無事に騒ぎの現場から離れ、警察車両で病院に急いだ。病院に到着したところ、突然誰かが私に激しく衝突してきた。私は叫んで地面に倒れた。衝突してきたのはハロルド叔父だった。来た病院はマイケルが入院している病院だった。マイケルがすでに状況を彼に伝え、故意に私を傷つけて流産させようとしたらしい。ジェームズは即座に介入し、一キックで彼を起き上がれないようにした。マーガレットはつい罵倒した。お前の家族は全部悪党だ。だから息子が白血病になったんだ。誰もお前たちを助けるべきじゃない。近くの警察は即座にハロルドを拘束した。私は激しい痛みに苦しみ、冷や汗をかき出した。ジェームズは私を抱え上げて救急室に急いだ。幸いなことに、医者が即座に注射を打ってくれ、
もう少しで子供が救えなかったと言った。4ヶ月の子供が救えなければ中絶と同じだった。幸いにも子供は無事だった。そうでなければ2回生きた意味がなかった。家に帰ると、マーガレットは私をベッドに横たわらせ、体安静にして自分が全部面倒を見ると主張した。ジェームズは私のそばにいて足をマッサージしてくれた。ジェームズの父、トム・カーターは栄養不足になるのを心配して、たくさんの栄養食材を買ってきてスープを作ってくれた。今は食欲不振も収まり、食欲が旺盛になった。ジェームズに寄りかかり、前世の記憶が押し寄せてきた。自分がどれほど無謀で自滅的だったか思い出すだけで背中が凍る。自分の幸せが見えないまま、実家の有毒な人々に操られて悲劇的な結末に至った。振り返れば自業自得だったと思う。私が泣いているのを見て、ジェームズは速やかに涙を拭っていった。ハニー、心配しない。もう誰にもお前をいじめさせないありがとう。と私は力強くうなずいた。根性、もうバカなことをしないと誓った。この件は収まったと思ったが、彼らの恥知らずさを過小評価していた。最初の試みが失敗した後、彼らは新しい策を講じた。オンラインで泣き寝入りする話を売り、私に激しい攻撃を仕掛けた。真実と嘘を混ぜ合わせ、事情を知らないネットユーザーたちを扇動して私を攻撃させた。前世の私は従順で弱かった。彼らは少しの圧力で以前のように屈服させられると思った。動画の中でマイケルは病弱にベッドに横たわり、ハゲ頭に鼻に酸素チューブをつけていたが、目は凶暴だった。彼は弱劣り自粛、骨髄提供を約束した後に保護にし、多くの一致機会を逃したと非難した。今は状態が危篤で、移植に応じなければ死ぬかもしれないと言った。動画の最後には、両親も登場し、改心して良いことをしろと促した。明らかに背後に操り人形師がいる動画全体で、私の妊娠については一時も触れていなかった。ジェームズも動画を見て、怒りご踊りじと携帯を叩き割りそうになった。私が動揺して赤ちゃんに悪影響を与えるのを心配していた。私は実際怒っていなかった。前世の経験を経て心構えがずっと冷静になった。ジェームズはそっと私のお腹を撫で、2つの小さな天使にお母さんを悩ませないでと話しかけた。その時、マーガレットが